もうぐるぐる巻きにして解体しないと無理なレベルだからね。やばい。なんかショートしてる。ちっちちっちおっぱいボインボイン。おはようございます。おふたびです。はい、今日はですね、我が家のキャンピングカーであるハイエースの DIY にちょっとチャレンジしようかなと思います。はい、ひなちゃんこっちおいでね。というのもですね、このハイエース2016年に発売されたモデルなんですけど、当然ながらですね、ナビがもう使い物になりません。新しい高速道路なんかを走ってるとね、空中を浮かぶことが多々あります。地図が古すぎて。ということで今日は新しいナビをですね DIY でつけていこうと思います。全くの素人がですね DIY でつけれるのか、はたまた挫折するのか、実際にね取り付けをしてみたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、今回取り付けするですねナビはこちらアトト V10 っていうシリーズです。正確にはナビではなくてインダッシュカーエンターテイメントというですね、簡単に言うとスマホとかタブレットとかそっちの類でございます。これがですね Google マップが見れたりとか、例えば YouTube とか Netflix、本当にスマホと全く同じなので、そういったものがね車内で楽しめるようになるということで、今回はナビもね車屋さんとかで買うと20万30万しちゃうもんですから、今ねナビをほとんどスマホの Google マップでナビ代わりにしてますので、だったらこれでいいじゃんということでですね、ちょっとこちらを取り付けていきたいと思います。開封していって、スマホと同じなんでこういった SIM カード、これねお試しなんですけど、ネットがつながる SIM カードっていうのも入ってきます。こんな感じで画面がね結構でかいんですよ。大画面。こちらがWi-Fi のアンテナかな。アンテナ、配線がこんな感じでね、かなり難しそうだったんですけど、いろいろ線をつなぐものがたくさん入ってます。この取り付けにあたってちょっとね難しそうだなと思いましたんで、はい、今回補助パーツっていうのを Amazon で別途購入しました。こちらがねトヨタ専用のハーネスっていうもので、トヨタの車に簡単に取り付けができるようになるアイテムと、こちらねバックカメラをつなぐアイテムっていうのを別途購入しました。これは各メーカーに応じてパーツの形が違ったりするんで、 Amazon でアトト取り付けパーツっていうのを探すと、アトトさんの専用のホームページからも買えますし、他社製品っていうのも買えるようになっております。今回実はですね、このアトトさんから提供でですねもらったパーツがありまして、こちらカメラ4つつくね最新のカメラ、リアカメラ、フロントカメラと、あと車内の様子がわかる前後カメラっていうのがね出てるみたいです。さらにカラオケができるっていうことなんで、これはねちょっと後でやってみたいと思います。このカメラについてなんですけど、本当はね取り付けたかったんですけど、バックカメラを取り付けるとなると、この車の中の天井ね配線を這わせる必要があるということで、こんな感じでね天井にこの収納棚とかがねかなりいっぱいついてるんですよ。本当はこういうのがなければここをねバコバコっと外していって、隙間にね埋めるようにしていけば取り付けられるらしいんですけど、こういったね収納も全部外さなきゃいけなくなっちゃうんで、今回は今現在ついてるバックカメラを流用してやっていきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。まずはこういったねカバーを外していきます。でこのカバー剥がしのパーツっていうのも Amazon で購入しました。はい、これでまずここからだったかな。結構簡単に取れますね。爪をねこうやってベコってやると簡単に取れるらしいんで、こういった感じでどんどん外していきます。外す場所はここ、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 あとはこれかな。これも外していきましょう。これもね結構簡単らしいんですけど、だってとんねん。他のとこ外した方が良さそうやな。
そう外れるのかこれ。あ、ほうほうほう。やべ、取れんぞ。まずはこのナビを外さないけんかった。さあこのナビちゃんがね2016年モデルなんで、もうねめちゃくちゃ古いんですよ。お、外せた。外せました。さあ10年間ありがとう。でこれをよいしょと剥がして、さあこんな感じで剥がせましたと。さあ電気部分を触る前にバッテリーのマイナス端子を外してショートしないようにしていきたいと思います。でハイエースはちょっと特殊で、エンジンルームが助手席の下にあるんで、ここを外す。そうと、ここかな。よいしょ、外しますと。そうすると、おお、すごい。こんな感じで上がるんで、でこれをね、このパーツ、謎のパーツをここの突起、わかるかな、突起にはめるらしいです。さあ OK かな。さあこれを固定できました。うわすごっ、こんな感じになってんねや。ここがバッテリーですね。プラス触ると危ないんでマイナス端子を外していきますと、ここを緩める感じかな。さあ外せました。はい、なんとか外せました。怖かった。はい、ということでこれでねちょっと安全に作業できるようになると思いますんで、これでやっていきましょう。取れそう。おーすごい。ギャー、なんじゃこりゃ、すげえことになってる。さあこれを外していく。こいつつながってへんやんけ。なんやねんこいつ。何これ。取れました。うわすごいな。はい、じゃあここのね横のパーツも流用したいんで OK、 取り外しできました。さあ下ろせました。じゃあ次はここら辺をパーツ外していきましょう。さあ外していきますか。よいしょ。これどうやって外すのよ。よいしょ。あ、パワー、力こそパワー。 OK、外せましたね。この辺エアコンフィルターもなんかね自分で取り外せるらしいんで、今度やってみたいと思います。さあ次はこちらですね。ドアピラーを外していきたいと思います。ここはね手で簡単に外せるらしいです。よいしょ。上を引っ張って下はスルッと上に抜くような感じかな。簡単に外せました。多分ねこれがリアカメラとかにつながってる線だと思います。でここら辺の GPS センサーとかも外していく感じになると思うんで、はい、これも新しいのにしていきましょう。さあ次はですね、こちらに線をつなげていきましょう。このハーネスってやつをつなげればいいはず。さあめちゃくちゃ苦戦しまして、これをなんとか取り付けることに成功しました。でこちらの多分カメラ類かな、カメラ類の取り付けもこの同じ名前のやつをどんどんくっつけていって、まあなんかいろいろ余ってるのは気になるんですけどつけました。でねここら辺が多分前のナビのやつっぽくて全然わからない、使用用途がわからないやつが大量にあります。外さなきゃいけないはずなんだけど、どこでつながってんのかわかんないんでちょっと外せない状況ですね。これはちょっとよくわかんねえな。めっちゃいらない線があるんだけど接続が奥にありすぎて切れないっていうのが大量にある。どうすりゃいいんだこれは。もうぐるぐる巻きにして解体しないと無理なレベルだからね、ちょっとこれは見なかったことにして、新しい線をつないでいきたいと思います。さあ
めちゃくちゃにつきましたが、一回つけてみるか。一回バッテリーを戻して実際にやってみましょう。じゃあ戻して、これで電源がつけば OK。 いざ。ついた。マジか。あれ、なんか不安定だぞ。どうした？お、ついた。スピーカーも OK。 あ、SIM 入れて、なんか接触悪いな。怖いなこれ。接触悪しです。ここの電源のどこかだな。やばい。なんかショートしてる。やばいぞ。アース繋いでないからか。消えた。マジでダメになっちゃった。作業日2日目、デイ2でございます。昨日はですね、予想以上に謎の線が出てきまして、YouTube とかで勉強した動画と全く違う状況になって、お手上げになってやめました。で、いろいろ分かったことがありまして、はい、これ、購入したこのハーネスですね、はまらなかったです。全くの無駄になりました。本当は車から出てるボックスにつないでここに入れれば簡単に終わるよっていうものだったんですけど、こちらピンの数っていうのが違いまして、こちら20ピン、こちらね16ピンっていう、そもそもここもはまらないものを買ってしまってて、Amazon でこのあとと V10 対応って書いてたんで買ったんですけど、まさかねこんな落とし穴があるとは分からなかったです。なのでね、取り付け前に買うのはやめましょう。で、今回こちらエーモンっていうですねメーカーさんからこちらオーディオハーネスっていうのを買いまして、こちらを使って取り付けしていこうと思います。で、一応これがトヨタ車専用のものになってまして、アトトについてたこれとこれをひたすらつなげる。で、これをぶっ刺して、こっちはトヨタの方でブスッと刺すという形なので、あとこっちもねなんかあるんですよね。こっちはスピーカーかな、リアスピーカー。リアスピーカーがないんでね、もしかしたらいらないかもしれないという感じでやっていこうと思います。全部つなげることができました。この線つなげてるのは何かなってよく見たらですね、基本的なスピーカーですね。オーディオ関係につなぐ、配線っていう形になります。で、一部使ってないのが、こちらがですね、ステアリングスイッチですね。ハイエースはちょっと古いんで、ステアリングスイッチないんで、ここら辺は丸々使わないと思います。あとはね、このリアカメラっていうのをつながないと多分リアカメラつかないんで、これはピンク線でなんとか探してつけたいと思います。昨日ね、一瞬ついたんですけど、すぐ消えちゃったんですよね。なので接触不良か、もしかしたら、このもともとついてるのがね、かなり多分古いんですよ。10年ぐらい経ってるんで、ちょっとこれをね、変えた方がいいかなと思って、今回、新しく買い直したんですけど、一応ねバッテリー外してますんで安全です。全部ついたはず。これでつけばまた他の配線いらないっていうことになるんで、ちょっと一回試してみましょう。さあ頼む、ついてくれ。つかん。なぜ？ちょっとね動かない原因が分かったっぽいです。こちらヒューズがね飛んじゃってるっぽいっすね。これ本当だと15って書いてある、わかるかな、数字のところが白文字になるらしいんですけど、ヒューズが焼き切れるとこの文字がね消えて見えるらしいんですよ。原因に心当たりあって、昨日取り付けた時にね火花散ったんですよね。多分その時に切れたんじゃないかな。ということで、ちょっとね、ヒューズを買ってこようと思います。はい、ヒューズを買ってきました。こんな感じで。やっぱりヒューズ切れっぽいですね。比べてみるとめっちゃわかるんですけど、この文字のところがね、全く見えなくなってるんですよ。で、中見ると、こんな感じでね、ちょっと細くなってる。多分白い部分がね、なくなっちゃってるんで、多分ここが焼き切れて、表示が消えて、多分電気が通電されなくなってるんだと思います。だから
これを差し込めばね、また復活するんじゃないかなと思います。実はこの時のヒューズ全く切れていませんでした。しかしなんとなく切れたような気がしたので、切れているという前提で進めているんですが、かなり知ったかぶりだったということです。初心者は知ったかぶりをしないように気をつけましょう。じゃあね、ちょっとこれでもう一回動かしてみたいと思います。レッツゴー。やばい、動かない。マジか。これじゃないんだ。取り付け作業3日目ということで、ドツボにはまっております。でですね、わからなさすぎて、オートバックスとかにも電話したんですけど、取り付けとね、撤収作業合わせて6万以上かかると。内容によってはもっとかかると言われたんで、なんとかしたいなと思って、最終手段のジェミニちゃんに助けを求めたところ、的確なですね、指示をいただきまして、ヒューズを見ろと言われました。ヒューズをですね、いろいろひっくり返した結果、こちら AC 電源のヒューズっていうのが中身が切れてました。こいつが飛んでたんで ETC やサイドミラーの操作パネル全部動かなくなってたんですけど、ここをね変えればまた電源が復活するんじゃないかっていうアドバイスいただいたんで、早速買ってきました。これが問題のヒューズで、他にもね一応予備のヒューズをいくつか買ってきました。これを交換すれば電源が復活すると思うので、再度チャレンジしてみようと思います。で、問題のヒューズっていうのが、これもねジェミニちゃんにめっちゃ聞いたんですけど、この下のところに2箇所ありまして、こことここにもあるんですね。で、上のところの AC 電源のヒューズが切れてたんで、ここを変えていこうと思います。ヒューズをつまむ道具もヒューズボックスなんかありましたんで、これを使って入れていきたいと思います。どこだ？ここか。いや違うな。上は AC 電源2は切れてないですね。やっぱり AC 電源1がね、1回ショートした時に弾け飛んだんだと思います。さあ、これで電源が再度つくようになるはずですので、試していきたいと思います。3度目の正直、配線をつないでいきましょう。さあ、これでつながりました。で、まずこれで電源が入れば OK ってことね。GPS のアンテナとか SIM スロットは後でやりますと。よし、行きます。お願いします。もう動かん。なんで？これはまずい。どうすればいい？ちょっとジェミニに相談します。3日目夜でございます。まだ終わってません。ちょっとねいろいろまた動画見て勉強してきたんで、もう一回ちょっと接続にチャレンジしてみようと思います。動画でね皆さんすごく簡単にやってるけど、めちゃめちゃむずいです。というのも10年以上前のナビがめちゃくちゃ配線が多くて、その名残がめっちゃあるんですよ。今のナビって結構ワンタッチでくっつくらしいんで、新しい車だったらこんなことないと思うんですけど、めっちゃ配線多くてパニックです。今日中に終わらしたいんで、ライトをつけながらやっていこうと思います。こっちは配線つないでみたんですけど、ここがねどうやらジェミニに聞いたところ、ETC ですわ。ETC じゃないかっていうことなんですけど、これね1個は電源につけて1個はアースをつながなきゃいけないんですよ。前のナビはアースを分岐させてて、でそれにつないでたっぽいんですけど、今回の新しいナビはねアースを分岐させる風に作ってないんで、手作業でやってたっぽいんで、前回のやつは工具買ってきまして改造手術を施そうと思います。初めてやりますけどいけるでしょうかね。電気工事士でね似たようなことやってるんですけど、ちょっと勝手が違うんでね。アースを作りたいんで、このクワガタってやつに変更していきたいと思います。お、良さそうだぞ。さあこれで埋めていこう。初めてなんですよね。こうかな。やばい、ぐちゃぐちゃなった。もう失敗できない。いいんじゃないでしょうか。アース線ができたんで、これを金属のところに、これで電源が取れるはず。アースも接続しまして、ナビも接続しました。さあこれでついてくれ、頼む、お願いします。じゃあ行きます。お、ナビついた。さあ動くのか。おー、ついた。よ
よっしゃー、動きました。さあ、これでナビは OK で。ETC は ?ETC 動いてないかな。ジェミニに聞いてみます。さあ、ETC もなんとかいろいろ配線引っ張ってきて、つなげ終えました。これでついてくれ。頼む。いきます。お、なんか音鳴った。ナビ OK。お、ETC。P。来ました。つながった。よし。3日かかった。ただね、終わりじゃないんですよ。このカオスな配線をうまいこと押し込んでパネルをつけなきゃいけない。明るくなってからにしようかな。明日4日目でやります。今日はもう倒れそうなんで終わりということでお疲れ様でした。デイ4に続く、いらない配線を整理してつなげる配線をまとめました。時刻は1時50分。やばい。深夜になりすぎた。じゃあこれを明日朝つないで、それで問題なければパーツを戻すっていう工程で終わりです。それではおやすみなさい。はい、おはようございます。作業4日目でございます。昨日深夜2時までですね、いらない配線を撤去したり、整理したりしてですね、こんな感じでつなげる状態までやりました。で、ここでつなげて無事にナビと ETC が起動すれば OK ということで、パネルをはめて復元していこうと思います。じゃあね、ちょっとはめていきましょう。これではまらなかったらもうお手上げ。ここのアンテナなんですけど GPS と、4G のアンテナなんですけど、いろいろ調べたら外につけなくてもあんまり中でも変わんないところだったんで、ここの内側とここにちょっとつけてみました。まあプラスチックなんでね、電波だったら透過するんじゃないかっていうことで、ちょっとここでね目立たないところにつけていきます。はい、だいたいこんな感じでついて、リアカメラもつけて、これですね、メインをつけて終わりです。じゃあちょっとこれで差し込みましょう。一回つけてみましょう。ETC は OK。あ、抜けてる。抜けてました。あ、ついた。やった。ついたついた。やっとパネルも戻せました。ここのね、高さが合わなくてかなり苦戦したんですけど、微調節してハザードも押せますね。はい、この配線もね綺麗になったんで、これで正常につけば取り付け完了です。じゃあつけてみましょう。 ETC OK。 お、OK ですね。ついた。やっとついた。4日間かかりました。めちゃ大変だった。ただね、かなり車の知識が上がったんで貴重な経験でしたね。本当はキャンピングカーじゃなければカメラのセッティングもしたかったんですけど、家具を全部ばらさなきゃいけないキャンピングカーでやるのはかなりきつかったんで、ちょっとまた機会にやりたいと思います。これがですね、カラオケもできるらしくて、カラオケもできるんですね。さあ、いつするんだ車でカラオケ。まあね、せっかくなんでね、ライちゃんたちと一緒に楽しんでみたいと思います、カラオケを。ライちゃーん、りなちゃーん。ひなちゃん、ひなちゃん、ひなちゃんお手。ライトくん。さあ、こちらですね、音声も変えれるということで、お座りして。そう、お手お手。はい、という感じでですね、ボイスチェンジャーも楽しむことができるんですね。マイクが2本ありまして、それをつなげば2人でデュエットもできると。で、原曲カラオケという機能がありまして、MP3 かな、ちょっとやり方わかんなかったんですけど、ボーカルの音を消して完璧にカラオケでですねできるっていうモードもあるみたいです。はい、それではですね、車中泊をしながらカラオケを楽しむこともできるということで、1曲歌わせていただきます。ちっちちっちおっぱいボインボイン
もげ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 。はい、ということでセッティングできましたので、他の機能を見ていきましょう。こちらですね、ディスプレイオーディオという形で、タブレットですね。スマホとかタブレットと同じです。Android 端末なんで、こういったね、画面のカスタマイズっていうのがいろいろできるみたいですね。で、当然ですね、スマホと同じなので、YouTube も見れますし、助手席は YouTube を見ながら、運転席はナビを表示するということもできます。片方は YouTube を見ながらナビも表示できると。ただね、走行中はね、YouTube なんかはね、見ないようにしながら、あくまで助手席の方が楽しめるっていうような形になっております。あとはリアカメラ。こんな感じで押すと、リアカメラにつながります。で、これがインターネットがですね、今、テザリングでつなげてるんですけど、携帯のテザリングでつなげることもできますし、SIM スロットっていうのがあるので、SIM をですね、個人的にはね、ポポなんかが24時間使いたい放題プランとか単品で買えるんですよ。300円とか400円で。だからね、長時間ですね、移動するとき、一日中ね、使うよっていうときなんかは、ポポで、SIM スロット入れてもらうと、結構いろいろ用途が選べて使いやすいんじゃないかなと思います。旅が快適になる装備が整ったわけなんですが、感想としましてはめちゃくちゃ難かったです。僕は初心者っていうのもあるんですけど、10年前のナビからね、変えると、すごくこう配線が難しくて、4日間かかりました。配線が多すぎてつなぐところが分かんなかったっていうところが一番大きいんですけど、配線をシンプルにしていったらね、半日あれば初心者でもつけれるんじゃないかなと。バッテリー触ったりとか火花が飛んだ時なんかはね、もうちょっと取り付けやめようかなって思ったレベルだったんですけど、なんとかね、初心者の僕でもつけれましたので、最近の車を乗ってる人だったら結構簡単につけれると思います。ただ、車種によってね、トヨタ車専用のハーネス部品だったりとか、あとは日産とかホンダとか、メーカーによって買い足さなきゃいけない部品っていうのもありますし、僕の場合ね、その配線をミスって何回かショートさせたんで、ヒューズが飛んじゃってね、何回も買いに行ったりとか、内装をひっぺがすね、その工具を買ったりとか、ヒューズの端子を、接続端子を取っ替えるために、工具セットを買ったりとかね、他のことの出費がなんやかんやで多かったです。取り付けパーツ間違って買っちゃったとかもあるんですけど、結構1万円分ぐらい飛んじゃったかなっていう感じなんで、ここまでじゃないにしても、後との製品以外にお金かかるっていうのは覚えておいた方がいいと思います。一回ですね、限界を迎えまして、オートバックスに取り付け持ち込みできますかと聞いたところ、単体の取り付けは4万円ちょっとですと。過去のカーナビの、配線の外しは2万円ちょっとです。最低でも6万円以上はかかりますよと。で、内容によってはもっとかかると言われたんで、そこら辺をね、取り付けにね、5万以上は確実にかかるというところが怖いところではあります。アトトさんの出張サービスでね、ナビを取り付けてくれるっていうところもあるらしいんですけど、僕は YouTube 動画と、あとはね、ジェミニですね、AI にめちゃくちゃ聞きました。配線の写真を送って、これは何とか、このコネクタ何とか、めちゃくちゃ聞いた結果、すごい的確に教えてくれたので、車に詳しい知り合いがいない人は、ぜひね、AI を頼ってください。僕はジェミニにめちゃくちゃ助けられました。このレベルのね、ディスプレイの大きさのナビを買おうとしたら、20万以上はしますので、そう考えたら、自分でDIY をチャレンジできるんだったら、半額ぐらいでは買えるかなと思います。ただやっぱりナビとディスプレイオーディオって全然違うものがあって、基本的にディスプレイオーディオはスマホとかタブレットと同じ部類なので、電波が通じないところはナビバグりますとかね、ナビが突然変な方向行ったりとか、電波状況によって結構左右されます。あとは結構でかいのが、例えばね、高速情報とかは基本的に Google マップとは出ません。Yahoo カーナビとかはね、高速のサービスエリアの情報とか距離とか出るんですけど、Google はね、基本的にサービスエリアの情報とかね、一切出ませんので、そこら辺はナビから切り替えた時にちょっと困るポイントかなと思います。ナビはね、GPS が独立してますので、よっぽどのことがない限り、地図がバグったりとかしないんですけど、ただ地図の更新にお金が必要だったりとかね、そもそも値段がかなりしますので、あとアップデートが遅い。Google マッ
プは基本的に常にアップデートしてるんで、新しいテーマパークとかね、新しいお店とかはね、すぐ反映されますし、口コミも同時に見えたりします。あとはね、スマホであらかじめね、ルートを決めておいて、アカウントを同期させることができるので、家で事前にルートを決めておけば、一発でこっちに反映されるとか、そういった利点もあります。僕はね、基本的にスマホでずっと地図をやってて、ナビはもうほぼ使ってないというか、ほぼぶっ壊れてたんで使ってなかったんで、スムーズに移行できました。はい、というわけでいかがだったでしょうか。初めての DIY にしては結果ね、うまくいったんですけど、丸5日ぐらいかかりました。皆さんね、YouTube 動画で簡単に取り付けてるんですけど、ぶっちゃけ難しいです、初心者には。ただね、諦めずにやればできるっていう感じなので、気になってる方はね、ぜひチャレンジしていただきたいなと思います。で、このね、僕の取り付け動画が何かね、役に立てばいいなと思いますので、気になることとか分かんないことあればコメント欄にコメントください。失敗した経験からね、こうすればいいよっていうアドバイスできると思いますので。はい、というわけでチャンネル登録と高評価、あとハイプボタンもよろしくお願いいたします。これからね、DIY 動画なんかもどんどん出していこうと思いますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。終わりました。終わってはね。どう今日4日目ですけど。もう2時だよ、やだ。テスト配線だけ終わって、それで無事に着いたんで、ぐちゃぐちゃな前の線を全部撤去して、明日つけやすいように配線を裏に通した状態で終わり。ああ、なるほど。明日もう一回つけてみて、それで正常にナビと ETC が動いたら、パネルをきれいに戻して終わり。ああ、よかったね。とりあえず動く形になってよかったね。ただね、ナビが ETC ちゃんが喋らなくなったから。ピピピピピピピみたいな。かわいそうに。本当に伝えるかどうかわかんない。